皆さんこんにちは。サックスプレイヤーの荒川真奈です。いつもたくさんのコメント、高評価ありがとうございます。前回ですね、Amazon の、3万以下のアルトサックスをちょっとレビューさせてもらったんですけど、あまりにひどくてびっくりしたんですよね。で、その時にコメントでたくさんプレイテックの楽器なら結構いいんじゃないかっていう話があったんですよ。で、調べてみたんですけど、プレイテックはサウンドハウスのオリジナルブランドなんですね。で、サウンドハウスっていうのは日本でもう一番大手と言ってもいいぐらいの楽器通販サイトなんです。私も、マイクとか、あとはシールドとか買ったことがあるんですけれど、一応日本のメーカーなので、この前の中華製サックスよりは全然いいんじゃないかっていうところと、あとはその1年間保証がついてたりとか、あとはちゃんと調整をしてから出荷してるっていうレビューを見て、今回は信頼できるんじゃないかと思ってちょっと用意してみました。しかもですね、今20倍のポイントキャンペーンっていうのをやってたので、多分ね5000円とか6000近くポイントでバッグがありました。ちなみにお値段26,180円でした。Amazon よりねちょっと安いんですよね。ポイント分考えたらだいぶ安いということでですね、じゃじゃん、届きました。もうね、箱からしてめちゃめちゃ綺麗だし、中華製サックスにはない丁寧さがね、取り扱い注意とかちゃんと貼ってありますし、しかもお買い上げありがとうございますってちゃんとお手紙みたいなのもついてて、丁寧さがねにじみ出てきますよね。ちなみにこれ案件じゃないのでガチでまたレビューしたいと思います。中身開けていきたいと思います。まずね、ちゃんとね梱包材入ってる紙なんですけど、ちゃんと考えられていますよね。では楽器ケースオープン。でね、じゃん、プレイテックですね。ケースはね、触った感じはセミハード、この前と同じなんですけれど、だいぶねしっかりしてる感じがめちゃめちゃありますね。ケースは足元4つ足ついてますね。で、同じように上にもついてますし、これまだ開けてないですけどリュックになるタイプですね。なんとなく前回の中華サックスよりもちょっと丈夫そうな気がします。軽さはねあんまり変わらないかな。で、外側にポッケがあるので、ここにね楽譜入ると思います。この前の Amazon の楽器ケースだとね全然楽譜が入らないぐらいのポケットだったので、これ楽譜入るのはちょっとポイント高いですね。開け口のところはマジックテープとファスナーみたいですね。ではではオープン。中身はこんな感じ。ビニール袋じゃなくてちゃんと不織布に入ってますね。楽器ケースのクッション性はあんまり中華サックスと変わらない感じはするんですけど、でもやっぱりちょっと質感がいいかな。中身開けていきたいと思います。今回ねもうほんと最安ってことで付属品はほとんどついてません。楽器の本体とネックとマウスピース、リガチャーだけのもうほんと最低限なものになります。このような不織布に入ってますね。今回は通常の色ですね。イエローラッカー、イエローブラスです。真鍮製になります。持った感じの質感はね普通の楽器と変わらない、ちょっとだけ重たい気がしますかね。コルクとかは入ってない。前回のね中華サックス結構コルク取るの大変だったんですけど、コルクとかは詰まってないみたいです。だからちょっとね運んでる時に調整が気になるかな。キーのタッチはこの前のね楽器よりもだいぶいいかもしれない。バネの硬さは割と均一かな。でもちょっと左手と右手が違うかもしれない。色味はねやっぱりちょっとだけ普通のイエローブラスなんですけど、いつも使ってる楽器と比べるとちょっと黄色っぽいのかな。キーのところはこんな風に白い貝みたいな素材がついてるんですけど、これ貝かな。なんとなくちょっと違う、ちょっとだけ人工的な感じがしますかね。触った感じは危なくないですね。この前結構エッジが尖ってて、その金属のところから結構出てたので怪我しそうって思ってたんですけど、そこはねさすがです。金属の上にちゃんと貝が乗っていて、そこにちゃんと厚みがあるので指はね怪我しなくて済みそうです。前回のレイドっていう Amazon サックスはネジが全然回んなかったんですけど、今回のねちゃんと両方ともネジが回ります。安心です。よいしょ。
やっぱりこのタイプなんですね。よいしょ。ちょっとねホコリは気になるところだったりしますけど、でも中華製サックスの変な匂いはちょっとしないかな。新しいものの匂いはするんですけど、なんか変な匂い、なんかこう油っぽい、ちょっとこんななんか触るの躊躇するような感じは全然ないですね。よかったよかった。さすが日本のメーカー、まあね作ったのはちょっと違うのかなとは思うんですけど、はい。でちょっとさっきからキーね触ってるんですけど、やっぱり左手の方がちょっとだけ重たく感じるかな。まあこの個体なのかな。右手の方が少しバネが軽い気がします。ただ前回の楽器みたいに人差し指と中指のバネがなんか硬さが違うみたいなのはあんまりないですかね。ちょっとだけほんと気持ち左手が重いかなぐらいですかね。オクターブキーもここの部分ね大きいのでちゃんと押しやすい。ちょっと深いかな。まあネックつければちょっと変わるのかもしれないです。触った感じはとりあえず危なくなくてよかったです。怪我しない楽器かな。でとりあえずまあ吹いてみないとわかんないですけど、開くべきところは開いているし閉まるべきところは閉まってるのでよかったなーって感じですね。Amazon サックスのレビュー見てない方は下にリンク貼っておくんでぜひ見てください。結構命がけのレビューになります。他のね付属品も見ていきたいんですけど、今回はネックも不織布にちゃんと入っていますね。こんな感じで通常のネックです。そうですね、前回のよりもバネが少ししっかりしてるので結構いい感じ。あとはコルクもね、この前の中華製サックス結構なんかもうボロボロですぐ剥がれるんじゃないかみたいな感じだったんですけど、厚さもなんか綺麗さもいい感じ、前回のより全然いい感じです。あとはマウスピースとマウスピースキャップですね。マウスピースはちょっと置いといて、気になるのはこっちかな。これどっかで見たことある感じのねリガチャーなんですけど、リガチャーなんですけど、ちょっと待って、これもダメだな。ここの部分見えます？めちゃめちゃひしゃげてるんですよね。丸じゃないじゃんっていう。某ねフランスのリガチャー、フランスのメーカーのリガチャー、BG ってやつなんですけどを真似てるのかな。だってこれ全然 BG じゃないもん。軽さとかなんかちょっと形が違うかな。でこれ大丈夫？判件的に大丈夫ですか？でしかもここめっちゃ曲がってるんですよ。ちょっとそこはね見てほしかった。ちょっと手で曲げちゃいます今回。ちょっと大丈夫かな。本当に結構ね曲がってるし、なんかこれ曲げすぎたらなんかネジ折れちゃいそう。やばいな。なんかこういうところかな。こういうなんか検品のなんかこう質ですかね。値段が出ちゃうのかな。まあでも丸くないな。丸くない、リガチャーが丸くないよってことはリードがちゃんと抑えらんないんですけどね。ちょっといいや、これは後でやろう。マウスピースはこんな感じでとりあえずノーブランドですよね。前回の Amazon サックスよりもなんか横の部分かなりねレールが細い感じがするんですよね。見えますかね。中身はストレートなので結構息がっつり入りそう。なんか内径もね裏から見てもねすごい薄いんですよ。なんか 3D プリンターで作ったみたいな感じ。そんなこと言ったら怒られるかな。はい、なんか結構細めだしフェイシングまあちょっと音出してみないと分かんないかな。なんかねここがね爪切りの爪やすりみたいになんかちょっとガタガタしてる感じがなんか 3D プリンター感がねすごいあるんですよね。軽いな。とりあえずじゃあね楽器つけてみたいと思います。付属品はこれ以外にはもうほんとなくって、ストラップとかもついてないんですよ。リードもついてないので、もしこれ買ってみようっていう方は多分ストラップとかあとはリードとかなんかちょっと必要なお掃除グッズとか多分ね用意しなきゃいけないんですけど、とりあえず今回楽器だけっていうことで吹いてみたいと思います。あとはこれですね、この楽器ケースのリュックのベルトがついてました。今回ストラップついてないのでいつものですねバードストラップ使いたいと思います。リードもついてないのでいつも通りのダダリ用のセレクトジャズ2ハード使いたいと思います。まずねじゃあとりあえずマウスピースとネックをつなげていきますが、ちょっとコルクが硬いかな。コルクグリスあった方がいいかなって感じがします。
で問題のリガチャ、これ大丈夫かな、結構ね曲がってるんですよ。見た目でねわかんないかもしれないですけど、後でねちょっと写真載っけようかな。結構きついなリガチャがきつい。だったら普通の表ねじリード側で止めるタイプの2本ネジでよかった。なぜこの BG もどきにしたんだろう。リードがねまずちゃんと止めらんないんですよ。ちょっとしかもマウスピース下まで下がんないし、よいしょいいや、とりあえず止める。わかります？ちょっとね斜めになってるんですよね。こっちから見ても結構まっすぐ止まってない感じがねめちゃめちゃあるんですよ。すごい気になる。まあいいや、とりあえず音出してみましょう。なんとなくねマウスピースの形も左右対称じゃないのかな。左側がねちょっとこうはみ出て見えるんですよね。さあ音出るでしょうか。いきます。思ってたよりちゃんと音は出る。前回の Amazon サックス結構モコモコ音がしたんですけど、今回のはねちゃんと鳴る。ちょっと期待値高いです。リガチャのところはねちょっと気になるんですけど、とりあえずこの前の楽器よりもなんかこう息の通りはいい感じです。じゃあ楽器つけてみますね。はい、ということで楽器装着しました。なんかね持った感じは普通のアルトサックスですよね。はい、キラキラだし、ラッカーも綺麗にかかってる。楽器もね見た感じこの前みたいになんかこうひしゃげてるじゃんみたいな、曲がってるじゃんみたいなのはなさそう。とりあえずなさそうですね。リガチャがちょっと曲がってたくらい。あとはもうなんかこうキーの感じはそうですね。とりあえず開かないなんてことはないです。あとはちょっと触ってて思ったんですけど、サイドキーかな。サイドキーがちょっとねバネが重かったり、すごいパカパカ音が鳴るので、ちょっとここなんかこうこの楽器しか知らなかったらこんなもんかなって感じなんですけど、もうちょっとうるさくない、キーノイズがうるさくないかなっていうのはあります。なんかねこうキーパッドも前回のよりはマシかなと思うんですけど、なんか物によってはすごい薄かったり、物によっては斜めについてたりするので、いいかって言われると全然良くないです。あとはなんかこう滑らかなキーパッド使ってるのかなって、なんかこうなんていうんですかね、綺麗な革でつるっとしたキーパッド使ってるのかと思いきや、なんか場所によってはめちゃめちゃなんかこれ乾燥してるのみたいな、ひび割れてるけど大丈夫みたいなのがあります。でやっぱりねそのなんかちょっとこうキーパッドが斜めだったりするのが気になるって感じです。これはしょうがないのかな。3万しないし、2万ちょっと、2万5千とかだからね、このクオリティかなって感じがします。キーパッド本当はなんかもうちょっとこう弾力があってほしいなとか、あとはなんかちゃんと中心にトーンホールって言って、その要はこうパッドが当たるところに中心にこうキーが当たってたいんですけど、それがちょっと斜めだったりするので、そういうところはなんかこういい楽器の方がやっぱりいいですよね。設計がいいですよねっていう感じがします。ただバネはなんかその同じように太さもちゃんと均一だし、曲がってたりしないバネ、こういうなんかこう針みたいなバネがたくさんついてるんですけど、この前の Amazon サックスは結構それすら曲がってて、なんかまっすぐなはずなのになんでちょっとこう一回曲がった跡があるのみたいな感じだったんですけど、それはなさそうですね。であとはこう触った感じも怪我しない、なんかエッジが金属が痛くないので怪我はしなさそうです。じゃあ実際吹いてみましょう。笑っちゃうAmazon サックスよりはいいけど結構ですよ。まずこの音なんだ。
抜けが悪くてびっくりしますね。とりあえずは鳴ってるんですけど、なんか鼻つまでふーんって音を出してるみたいです。でやっぱねこのシのフラットがねちょっと出にくいな。一番下のシのフラット、まあそんなにね曲で使うことはないんですけど、一応締まってます。ちゃんと締まってるんですけど、なんかグッて押さえ込まないとこうね、なんかキーをギュッと押さないと低いシのフラットが出ないので、なんかそれはポンともうちょっとドとかシみたいに出てほしいかな。ちょっとねシのこの低いシ、テーブルキーでいうとこう真ん中の一番上真ん中の段、下ってあって真ん中の段のねこの奥側なんですけど、これがねちょっと重たいかな。だからシのフラットもちょっと重たいのかな。なんかここだけめちゃめちゃ小指すごいなんか矯正マシーンみたいな感じで、そこだけすごいバネが重たいので、なんか意地悪みたいな感じがします。なんかなんだろうな吹きにくくはないけど全然吹きやすくはないです。なんかこう良さそうに、一見良さそうに見えるからこそ、なんかこう期待がこうね外れちゃう感じがあるかもしれない。結構息をふって入れないとちゃんと鳴ってくれない感がしますね。めちゃめちゃ鳴らない。やっぱりなんかこう息を入れてなんかこう壁を越して音が出てるっていう感じがね、吹奏感がしますね。いつもの自分の楽器ってもっとなんかこう自分が入れた息が100で音になってる感じがするのに、これはなんか入れた息がなんか70とか60ぐらいで音になってる感じ。60、70いってれば結構いい方かなみたいな感じです。音によってはもうなんか40ぐらいなんか全然出ないじゃんみたいなところがあるので、なんかこうバランスよく吹くっていうのがめちゃめちゃ難しい気がします。チューニングちょっとし直してみたんですけど、ここをねこう中に入れるんですけど、そうするとなんか上の方がめちゃめちゃ高いかな、下の方で合わせると。なのでなんかこう調整もうちょっとした方が良さそうって感じです。低い方で合わせると上の方がめちゃめちゃ高くなる感じですかね。バランスは悪くないけど良くないですかねやっぱり。はい。めっちゃ疲れるんですよこれ吹いてて。ということで、このままだとちょっとあれなのでマウスピースをねちょっと変えてみたいと思います。はい、ということでいつものマウスピースにしてみました。テッドクラムの、マウスピースにリードはさっきと一緒です。でリガちゃんはね、ウッドストーンの GP を使いたいと思います。前回マウスピース変えたら全然音違ったじゃんって感じだったので、今回も、マウスピース変えればなんとか使えるんじゃないか説です。抜けはね全然良くなりました。やっぱりマウスピース大事って感じなので、マウスピースはとりあえず変えた方が絶対にいいですね。これが多分25,000ぐらい、26,000ぐらいですよね。なので26,000で買って、多分マウスピースをまた概要欄にリンク貼っとくんですけど、おすすめのやつがだいたい15,000円ぐらいとかだと思うんですよね。そのくらいは頑張った方が良さそうかもです。マウスピースとリガチャー変えるだけでもう全然違いますですがやっぱり、抵抗感、吹奏感っていうんですかね。要はなんか息を入れたらなんか壁を通して向こうに伝わってる感じなので、やっぱり結構疲れますね。すごい疲れる。なんか筋トレしてる感。だからなんか痩せたい人にはいいかもしれないけど、別になんかそれをサックスでまとめてるわけではないなっていう感じがします。で、持った感じは全然いいんですよ。持った感じはいいんですけど、やっぱり設計が甘いですよね。どういうところが甘いかっていうと、なんか今ちょっと吹いてみて思ったんですけど、音と音がつながるところが
がなんかつなぎにくいんですよね。まああんまり使うことないかもしれないんですけど、例えばですけど、ここのレのシャープから、低いドの指なんですけど、小指こうやってこのねローラーを使って滑らせることってたまにあるんですよ。これがねなんか行きにくいんですよ。全然行けない全く行けない、隣に行けないんです。なんかこうやって見ると、目で見るとここがすごく同じ高さになってるので、なんとなく良さそうな感じするんですけど、やっぱり隣に移動しなきゃいけないってことを考えると、ちょっとねこうまっすぐじゃなくて少し斜めになってた方がこうスライドしやすいんですよ。そういうのがねちょっとやりづらいですかね。であとはここサイドキー、横にあるキーなんですけど、ここがねちょっと硬いですね。なんかエッジが硬いからなんかちょっと指痛いかな。そこだけちょっと気になるかも。まあ怪我する程度ではないんですけど、ちょっとなんかヤスリで削りたい、コルク貼りたいみたいな感じですね。で使ってるコルク自体は前回の Amazon よりも本当によくって、ちゃんと厚みもあるし止まってる感はありますね。私がこうなんか自分の使ってる楽器と比較しちゃうのもあれなんですけど、オクターブキー、ここの左手の親指のところが結構深いんですよ。もうねなんかフェルトついてるんですけどちょっと曲がってるし、深い、めっちゃ深いので、なんか親指すごい頑張んなきゃいけない感じはありますかね。であとはその設計が甘いっていうところで言うと、持ちにくいですね。なんかこの楽器に慣れることはあるんだろうかってぐらい、なんかもうちょっとつけるの、ここの例えばサムフックの部分とかもうちょっと左にあった方が絶対いいよねとか、あとはなんかここの曲がりの部分ですかね、なんかとりあえず曲げたって感じなので、ここの角度とかもうちょっと他のいいメーカーとか、あとはまあ金額的にもだいぶ変わっちゃうんですけど、よく使うようなメーカーの設計だともうちょっとなんかこう持ちやすく掴みやすく作られている気がします。もうちょっと吹いてみますね。高音の方がね結構抜けがいい気がするんですよね。やっぱりね上の方は結構鳴るかな。なんか高音の方は詰まる感じがなくって、結構パーンっていう風にね飛んでってくれるので、そこはね結構高評価ですよ。ちょっとね設計のところがあれなので、なんか跳躍っていうところ、なんかこうサイドキーから元に戻るみたいなちょっと大変かなとは思うんですけど、単音で吹くにはね全然いいかなと思います。なんか当たりがねでもちょっとなんかこうやっぱりストレスがあるなっていうのは、こういう風に跳躍した時になんか息の方向を変えないと音が当たらないっていうところはデメリットかな。単音ずつの音はめちゃめちゃ当たりやすいと思うんですけど、こういう跳躍の時にだいたいこういう楽器って当たりづらいのがあると思うんですよね。私の技術的なところかなっていう気もするんですけど、まあ技術っていうかなんかこの楽器に対して慣れてないっていうのはあるんですけど、でもやっぱり跳躍がちょっとなんかこう気持ち悪いなって感じがしますね。なんかちょっとやっぱり息の方向変えてあげないと当たらないなっていう感じがするので、やっぱりいい楽器の時はねあんまりこう何も考えずにパンと当たってくれるんですよ。だからなんかこう跳躍が自分苦手なんだよねって思ってる人は、自分の楽器のことをちょっともうちょっとだけ考えてあげた方がいいかもしれないです。同じようにちょっと低音の方も吹いてみますね。ここね、シからシのフラットが行きにくいんですよね。これはなんか設計の感じもするな。なんか一瞬シからシのフラットに行くときにやっぱりここのキーの高さかな、キーの高さがちょっと気になるので、なんかこう動きづらい感じはしますけど、まあそれ以外は音に関してはちゃんとなりますかね。まあ当たるツボ
さえちゃんとわかるようになればっていう感じですかね。だからまあ高音も低音も割とちゃんと鳴ってくれる感じはしますかね。さっきのマウスピースだと結構モコモコして鼻詰まった感じがあったんですけど、マウスピース変えてあげるとちゃんと鳴るかなっていう感じはします。やっぱり設計は甘いところやっぱりあるんですけど、音に関してはちゃんと音が鳴るので合格っていう感じですかね。まあ値段のこと考えるとまあそんなもんだろうなっていう感じはしますし、意外とその26,000いくらとかでも音が出るんだなっていうのは結構感動ものではあるんですけど、これで上達したいかって言われるとまあお断りですかね。私は本当に上達したいんだったらもっといい楽器を買うべきだと思いますし、それって何かっていうと楽器がちゃんと自分のことを助けてくれるんですよね。入れた息が 100% で音にならないっていうのは結構ストレスなんですよ。でもやっぱり初心者の方も本当にサックス始めたばっかりの方ってこれが普通って思っちゃうじゃないですか。だからそれがねすごくもったいないと思います。やっぱりいい楽器だと100% で音にしてくれるし、なんなら80くらいしか出せてないけど100で返してくれるみたいなことがあるんですよね。持ち心地に関してもそのメーカーによって設計が違うので、なんかちょっとこう内向きにこう構えるタイプなのか外向きに構えるのかっていうのが違ったりするので、好みはいろいろとあったりするんですけど、やっぱりねなんかこれとりあえずついてるっていう感じがすごいするんですよね。なんか持ちやすい、要はその指が運びやすい、動かしやすいように作ってる感じは一切しないです。めちゃめちゃ悪口になってますけど、なんかまあね初心者モデルっていうところではめちゃめちゃいいと思うんですよ。いいと思うんですけど、例えばこれからサックスを始めたい方で予算が3万しかないって言われたとしたら、これを勧めるかっていうと勧めないです。はい、だったら3ヶ月分とかにしかならないですけど、レンタル月々多分1万円弱でね、ヤマハさんのいい楽器、いい楽器っていうかエントリーモデルとか借りられるんですよ。多分定価が11万とか12万ぐらいするものがとりあえず3ヶ月間自分の手元に来ます。でそれでやっぱりこの趣味が続けられそう、このサックス続けられそうだなって思ったら予算をちょっとねこう増やしていってもらうのがいいかなと思います。とりあえず使えるけど使い物にはあんまりなると思わない。もうまあね、でもなんかこうサックスを手軽に始められる、やっぱりどうしても楽器ってちょっと高級なものっていうのが認識としてあると思うんですよね。だからそこの敷居を下げるっていうところではめちゃめちゃいいと思うんですよ。ただこれをなんか初心者モデル、初心者の方に最適っていうのは全然違うと思います。なんかこの楽器を買うときにそのプレイテックのページに書いてあったのは、人生で一度はサックスを吹いてみたいけど手が出なかった方にとか、あとはボーカルとかギターとか他の楽器をやってる人の、なんかこう持ち替えの楽器としてはすごくいいですみたいなこと書いてあるんですけど、もうずっと楽器やりたかったんだったらこれじゃない楽器を買ってよっていう感じがしますね。予算とかねいろいろ考えたらとりあえずこれなのかもしれないけど、さっき言ったようにだったら3ヶ月間レンタルした方が絶対楽しいと思います。サウンドハウスさんにはちょっと申し訳ないですけど、なんかその通販でもアフターメンテナンスありますよって言われても他のところでもあるとこ探そうみたいな感じになっちゃいます。何回も言っちゃうんですけど、やっぱり大手のメーカー、例えばヤマハとか柳沢とかセルマーとか、なんかそのよくみんなが名前を知ってるようなメーカーだとどこの楽器屋さんでも修理は対応してくれると思うんですよね。どうしてもこの楽器修理するってなるとやっぱサウンドハウスさんのなんかところ工場とかに送んなきゃいけないとかだと思うので、そこはねあんまりね私としては評価はできないかもしれないです。結論としましてはやっぱり初心者の方にはおすすめはできません。本当にサックスを始めたばっかりの人が選ぶ楽器としては絶対に他の楽器の方がいいと思います。例えばもともとサックスをやっている人で野外演奏用とか、あとは修理に出してる時用の2台目っていうんだったらまだ許せますけど、でも自分の楽器と比べるとめちゃめちゃストレスが高い楽器なので他にないのっていう感じがしちゃいます。格安の楽器は使い物にならないよっていうのは前の時代っていう気持ちもわかるんですけど、もうちょっと値段を上げてもうちょっといいクオリティのものを使ってほしいなというふうに思います。前回みたいに怒るほどではないですけどって感じがしますね。とりあえずこの楽器をもし手にしている人がいるのであればマウスピースを速攻買いましょう。
あとリガチャ、あのマウスピースとリガチャだとちょっと使いづらいかな。リガチャが曲がってたのは事故だと多めに見たとしても、マウスピースの吹き心地はめちゃめちゃ悪いです。だったらやっぱりいいマウスピースを使って、この楽器でとりあえずっていうんだったらまだわかりますかね。音色的にはどうですかね。いい楽器と比べてもうちょっとちゃんと吹いてみたりとか、ちょっとこうレコーディングとかに使ってみて実際どうなるのかっていうのはちょっと試してみたいなと思うので、ちょっとね今後もこの楽器を少し吹いてみたいと思います。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンを、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。 Twitter もやっております。ぜひフォローお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。